かぼちゃコロッケを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はかぼちゃのコロッケを作りたいと思います。はい、ということで今回は旨味たっぷりなかぼちゃのコロッケを作っていきたいと思います。今回作るかぼちゃコロッケなんですが、和風の味に仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにかぼちゃコロッケの具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。かぼちゃ、合いびき肉、玉ねぎ、鰹節、有塩バター、お醤油、お砂糖、塩コショウ、そして具材を炒めるときにサラダ油を使っていきます。まずかぼちゃですが、今回は皮ごと使っていきます。種を除いた状態で 300g 使っていきます。そして今回はね、合いびき肉を使いますが、こちらはお好みのひき肉を使っていただいて OK です。はい、そして今回の隠し味はこちら。この鰹節を加えると旨味が加わってとても美味しいかぼちゃコロッケに仕上がります。そしてあとはね、バターも入れていきます。このバターを加えることでとてもまろやかな仕上がりになります。それでは続いて衣などの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、お水、パン粉、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まず卵と薄力粉とお水でバッタ液というものを作っていきます。そうすることでしっかりと衣がついてサクサクっとした仕上がりになります。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずですね、かぼちゃの種と綿を取り除きます。かぼちゃの種と綿はスプーンを使って取り除いていきます。くるーっとくり抜く感じです。こんな感じで、綿もねしっかりと取り除いてください。スプーンを使うとねとても簡単です。はい、このように綺麗に取り除いてください。今回はね皮ごと使うので、こちらを一旦このまま置いておきます。もう一個ですね、こちらも同じように取り除きます。はい、OK です。このようにくり抜いてください。今回ね皮ごと使うので、このヘタの部分ですね、こういったところは切り落とします。はい、あとはね、こういったちょっとね硬そうだなという部分はこう手を切らないようにね切り落としてください。あとなんかちょっとねこうポコポコしてるところもあるので、そういったところはね口に残りやすいので切り落としてください。はい、こんな感じです。まあざっとで大丈夫です。でこっちもねちょっとこうやってポコってなってる部分とかはこうやってね切り落とします。でそしたらこちらをね一口大の大きさに切っていきます。結構ねかぼちゃが硬いので手を切らないようにだけ注意してください。はい、こんな感じでね一口大に切っていきます。はい、OK です。このように切ってください。そしたらこちらのかぼちゃはボウルの中に入れてください。はい、こんな感じです。そしたらここにふんわりラップをかけます。で空気の出入り口をね1箇所作っておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で5分加熱します。かぼちゃが柔らかくなるまで加熱してください。はい、今ね5分経ちました。すごくねボウルが熱くなってるのでやけどには注意してください。そしたらねラップを取り外します。そしてここにバターを入れます。そしてマッシャーで潰していきます。この時にもしねかぼちゃがまだ硬い時はプラスで加熱してください。はい、で大体潰れたら熱いうちにねお砂糖も加えちゃいましょう。そしてまたね潰しながら混ぜていきます。はい、OK です。このようにかぼちゃを潰してください。そしたらですね、こちらを一旦このまま置いておきます。はい、それでは続いて玉ねぎを切っていきます。玉ねぎはね、みじん切りにしてください。切り方はね、やりやすい方法で OK です。はい、OK です。玉ねぎはね、このように細かめにみじん切りにしてください。そうすることで具材と馴染みやすくなります。それではひき肉と玉ねぎを炒めていきます。まずフライパンにね薄くサラダ油を敷きます。一度火にかけましょう。でフライパン全体に油を伸ばします。はい、で30秒ほどねフライパンを温めたら、ここにまず玉ねぎ、そしてひき肉も加えます。でこれを炒めましょう。軽く塩コショウも振りましょう。で炒めます。
こうやってね、ひき肉をほぐすように炒めていってください。火加減は中火です。はい、で少しね水分が出てくるので水分を飛ばしてください。はい、 OK です。このようにお肉に火が通って玉ねぎもしっかり透明になれば OK です。それではこちら火から下ろします。火から下ろしたらこちらかぼちゃの中にひき肉を加えます。そしてあとはここに鰹節、これがね美味しくなるんですよね。そしてあとはお醤油、これで全体をよく混ぜましょう。はい、これで OK です。このようによく混ぜてください。でここで一度味見をしていただいて塩コショウで味を整えてください。今ねこの後丸めていくんですけれども、まだねちょっと熱いので粗熱を取りたいと思います。ちょっとねボウルよりもねバットで広げた方が粗熱が取れるのが早いので、こうやってねバットに広げたいと思います。ちょっとね洗い物増えるんですがバット使っていただくといいかなと思います。はい、 OK です。そしたらですね上にピタッとラップを貼り付けます。で乾燥しないようにしてください。それでは一旦このまま冷ましたいと思います。はい、かぼちゃの粗熱が取れて冷めました。ラップを外します。それではですねこちらを12等分にしていきます。大体で大丈夫です。はい、 OK です。それでは今から丸めていきます。で丸めるときはですね手に薄くサラダ油を塗ってください。そうするとくっつきにくくなります。では1かけら取ってそして丸めていきます。はい、こんな感じです。では残りも同じように丸めていきます。で今回ねこちらの味付けだけにしてるんですけども、中にベビーチーズを入れたり、あとはアレンジでカレーパウダーなどを入れていただいても OK です。お好みでね味付けはアレンジもしてみてください。はい、 OK です。このように丸めてください。こちらの大きさや形はお好みで変えていただいても OK です。ではバッター液の準備をしていきます。こちらね先ほど材料説明でも言ったんですけれども、このバッター液というものを作っていただくとパン粉がしっかりとついてカリッとした仕上がりになります。ではねまずボウルに卵、そしてお水、あとは薄力粉を加えます。そして薄力粉がダマにならないようにしっかりと混ぜてください。はい、 OK です。バッター液はこれで完成です。このようにね簡単に混ぜるだけなのでぜひやってみてください。それでは衣をつけていきます。まずバッター液をつけます。そしてパン粉をつけます。はい、 OK です。このようにねバッター液を使っていただくとまんべんなく綺麗にパン粉をつけることができます。それでは残りも同じように衣をつけていきます。はい、こんな感じで衣をつけてください。それでは油で揚げていきます。フライパンの底から2センチほどの油を注ぎ入れます。もうちょっとねちっちゃいお鍋使っていただくと油の節約にもなるかなと思います。だいたい 1.5 から2センチぐらいの油を注ぎ入れてください。それでは火にかけます。で今回は170度から180度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと泡が出るぐらいですね。このぐらいになれば OK です。あとはねやけどしないように入れていきましょう。はい、でこのままですね表面がカラッとするまで揚げていきます。でこのように転がしながらね揚げていきましょう。はい、 OK です。このようにいい揚げ色がついたら取り出します。今ねだいたい2分半ぐらい揚げました。はい、こんな感じで美味しそうに揚がりました。この揚げ時間に関しましては個数とかでも変わってくるので、カラッとねこのぐらいの揚げ色になるまで揚げてみてください。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これでかぼちゃコロッケの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこのようにかぼちゃがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。そして衣もサクサクです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。鰹節の香りが効いててすごく美味しいです。そしてこのかぼちゃのゴロッとした食感もいいですね。はい、ということで
今日も美味しく仕上がりました。今回のかぼちゃコロッケのポイントです。今回は電子レンジでかぼちゃを温めたんですけれども、温めるときはかぼちゃを一口大に切るようにしてください。でこの時ね、かぼちゃがすごく硬いので手を怪我しないようにだけ十分に注意していただけたらと思います。そしてかぼちゃが柔らかくなるまで加熱していただいたら、あとはマッシャーかまたはフォークで潰してください。でこの潰し加減はね、お好みで潰していただけたらと思います。で今回はね、皮ごと入れたんですけれども、もし皮が苦手な場合は取り除いて作っていただいて大丈夫です。そしてかぼちゃを潰す時なんですけれども、軽く潰したらその後バターとお砂糖を加えて潰すようにしてください。そうすることでかぼちゃの熱でバターとお砂糖を溶かすことができます。そして今回かぼちゃコロッケの中にひき肉と玉ねぎを入れました。こちらのひき肉はお好みのものを使ってください。こちらをフライパンで炒めていただいて、炒めたらマッシュしたかぼちゃに加えて、そしてしっかり混ぜてください。そして混ぜ終わった後はね、結構熱いと思うので、一度こちらはですね、触れるぐらいになるまで粗熱を取ってください。そして衣を作る時のポイントです。今回はバッター液というものを作りました。よくね、フライとかするのに使ったりするんですけれども、しっかりパン粉がつくので、とてもサクッとした仕上がりになって、かつパン粉が取れることなく綺麗に仕上げることができます。ぜひね、バッター液で作ってみてください。あとは衣がサクッとするまで揚げていただけたらと思います。この揚げ時間に関しましては、何個揚げるかによってもね、適正な時間が変わってくると思いますので、様子を見ながら調整してください。アレンジもね、いろいろ楽しめると思いますので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はかぼちゃコロッケを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。